おは家なし。この動画は家なしがお送りするフォークタワーの見学会ってのは嘘だ V。 一番の主役はこのフォーボス家なしさんだ V。 一つ懺悔する V。 先日 X でフォークタワーを軽率にお前らにおすすめしてしまった V。 前言撤回する V。 こんなこと言ったらなんだが、フォーボス家なしはフォークタワーをおすすめしない V。 いや正確には騒音の覚悟を持ってから臨んだ方がいいよと言いたい V。フォークタワーはめちゃくちゃ難易度が高い V。 8人で10分二重跳びさせられる難しさではなく、48人で1時間半ゆっくり大縄跳びする難しさで、1人のワンミスで47人の1時間半を無に返す凶悪コンテンツだ V。 視聴者の中にはフォークタワーにビビって参加していない人というか突入方法すら知らん人もいるのではないか V。 そういう人たちにフォークタワー面白いよ、やった方がいいよとオイラは言うつもりはなく、その代わりにお送りするのがこの世界一行った気になるフォークタワーバーチャルツアーだ V。 この動画はまるで自分がフォークタワー攻略の固定に入ってフォークタワーをクリアしたかのような気分になることを目的とした動画だ V。 攻略動画ではないからギミックの解説はざっくりで済ませる V。 あくまで行った気になることが目的なのでご理解をだ V。 早速本編だ V。 レッツラデルタアタック。家なしララチャンネル。まずはフォークタワーの突入手順からだ V。フォークタワーに固定パーティー組んで突入するためには48人全員が同じインスタンスの島に突入する必要がある V。 いきなり昔話から始まる V が今でこそ48人でまとめて同じ島に突入するシステムが実装されていたものの、そういったシステムがなかった時期は8人 ×6 チームが同時刻に島へ突入し、たまたま6チームが同じ島に入れるまで島への入退出を繰り返す通称島ガチャという作業が必要だった V。同じ島には72人しか入れないのもあって、例えば5チームは同じ島に突入できたけどすでに72人パンパンだから8人あくまで監視して空いた瞬間外にいる1チームに突入を指示するみたいな連携も必要だった V。 さらに同じ島へ突入できた後もフォークタワーの突入条件である天候蜃気楼にいつなるのかよくわからなかったために結局突入まで30分ぐらいかかることもあった V。 30分 ×48 人、それだけで延べ24時間のロスだ V。 開発者としては野良同士のコミュニケーション促進を意図したんだろうし、ユーザーのコンテンツの消費スピードが増す中でうまいこと折り合いつけようとする中、不便承知で意図的に挑戦的な設計にしたとは思っているだ V が、とはいえこっちはこっちで限られた可処分時間で面白体験密度マックスにするために溢れる娯楽の選択肢から40選んでるだ V。こういうところでストレスをかけるのは時代にそぐわないの一言に尽きる V。 オイラも島ガチャにはこれまでの14の中で最高ランクのストレスを浴びたので、二度とアンフレンドリーな仕様を仕込まないようこの動画でも改めて念押し主張したい V。 ただそのあたりはスピーディーに回収が入って今は48人同時に同じ島へ突入できるし、突入後5分後に蜃気楼が発生するので割と早めにフォークタワーへ突入できるようになってる V。 さてご覧の通り蜃気楼が発生するとマップ中央のちょっといい感じのところに魔法陣が発生する V。ここに16人以上が銀貨か金か一定数で交換できる魔文起動証というアイテムを1枚以上入れると魔法陣に乗っている最大48人がフォークタワーに突入できる V。 この時突入できる48人は起動証を多く入れた人順に選ばれる V。もし48人以外に人がいなければ話は簡単で、起動証1枚入れた16人と1枚も入れてないけど魔法陣に乗っている32人が問題なくフォークタワーに入れる V。ただここで野良の人が魔法陣の上に乗っていたり、ましてやその人が起動証1枚とか入札してしまうと、もともと差し合わせていた48人に割り込んで野良がフォークタワーに突入できてしまう V。 この行為をスナイプという V。 スナイプは迷惑行為でも規約違反でも何でもない V が、私が見聞きした事実だけ共有するとよく思っていない人の方が多かった V。まあそりゃそうだ V。 ここに来るまでに誰がサポートジョブをやるとか全てディスコードにて打ち合わせだ V。 野良が入ることで誰かが弾かれるし、それによってサポートジョブのパズルゲームをやり直す必要があるし、あと攻略進度的にも今日クリアしようぜって意気込みで48人集めてるのに2ボスの練習しようの野良が入ってくるとどうしても攻略成功率も下がる V。 さらにギミック分かってない人が生存したままでいると先の連帯責任系ギミックで47人を殺すリスクもはらむ V。 そんな仕様もあってスナイプで割り込んできた野良が床を舐めた時蘇生させずに放置するという痛ましい事件もあった V。 この事件の何が悲しいって放置する側の行動にも合理性があることだ V。 これも結局システムが悪い V。 魔法陣の近くで何人か敵とイチャイチャしている V。 これは LB ゲージを貯めている V。フォークタワー内に LB ゲージを持ち込めるので1ボスでレンジかキャス LB2 を使うために貯めている V。 そんな意図を知らなかった頃のフォーボス家なしは、あ、仲間が敵に襲われている
と使命感に駆られて全力で敵を撃破していた部位。 LB ゲージ貯めてるんだから邪魔するなと一度も指摘されたことがなかったのが逆に申し訳ない部位。無事にフォークタワーに突入できた部位。突入したらまず全員サポートジョブを間違えてないか確認している部位。サポートジョブは事前にスプシとかで調整済みだ部位。サポジョブはここの段差を降りるとフォークタワー攻略中一生変更することができない部位。サポジョブによってはジョブを間違えた瞬間攻略不可になって積む部位。グンヒルド・ディルブラム霊式では万一誰かが薬忘れてワープ装置に乗っちゃって引き返し不可になっても全員がコンテンツ退出して即再突入すればなんとかなるのでアホ金返せだけで済んだ部位が、ご覧の通りフォークタワーはシステム回収が入ったにしても突入までそこそこ時間がかかるのでサポジョブ間違いは銃殺刑だ部位。各パーティーでレディチェして各パーティーのチェックが完了したことを各パーティーリーダーが固定リーダーに報告入れた上でようやく進行開始している部位。ちなみにフォークタワーでの絶対必須サポートジョブは6種類。時魔導士、シーフ、風水師、狩人、銀融詩人、バーサーカーだ部位。それぞれのジョブの役割はその場面で説明する部位。またこの時サポートジョブが薬師の人全員にマーカーを付与している部位。これは何のためかというと、まず前提としてフォークタワーではレイズとか普通の蘇生スキルが軒並み無効化されてしまい、薬師の蘇生でしか蘇生ができない部位で、これワイプするなって悟った時に唯一蘇生ができる薬師に蘇生を入れてからワイプすることで本来全員がフォークタワーからつまみ出されるところ、つまみ出しを逃れてボスに再挑戦することができる部位。口で言っても1ミリも理解できないと思うので実例だ部位。これは2ボスのあるギミックで細かいところは省略する部位けどギミック処理失敗している部位なので、これからワイプするところ通常のインスタンスダンジョンではワイプしてもコンテンツ内にデジョンするので制限時間内であればボスに再挑戦できる部位けれども、フォークタワーはワイプするとフォークタワー外に弾き出されるので再挑戦ができない部位。ただ例えばこういうワイプ確定の時、まず先に薬師が外周踏むとかして率先して死ぬ部位。続いて蘇生持ちが薬師に蘇生を投げておく部位。さらに蘇生投げられた薬師は蘇生を受諾せずに待つ部位で、その後に全員死ぬ部位。最後に薬師が蘇生を受諾する。そうすることによってご覧の通り薬師が蘇生しボスにたげられることなくその他の人を蘇生することで再びボスに挑戦可能だ部位。ただ薬師が蘇生できた場合でも蘇生した場所によっては即刻ボス釣っちゃって再び死んでしまう場合もある部位。蘇生を受諾した人がどの場所に蘇生するかというと蘇生を投げた人の位置に蘇生するので、蘇生を投げる側は投げる側でボスにたげられないマップ南に移動してから薬師に蘇生を投げる必要がある部位。さらに薬師から蘇生を受ける人たちもあまりにも北側で床を舐めてしまうと薬師からの蘇生が届かなくなる部位。さっきワイプが確定した時みんな全力で南に突っ走っていたのはボスからタゲ取られずに安全に蘇生を受けるためだ部位。話がいろいろ広がってしまったけれども、こういうわけでワイプ確定の際に最優先で蘇生を投げるべき薬師が誰かを素早く見分けるため薬師にマーカーを付与してるってわけだ部位。サポートジョブの確認と薬師へのマーカー付与が完了したらいよいよフォークタワー攻略開始だ部位。道中ナレッジクリスタルがあるのでサポートジョブナイトの人がクリスタルの近くで祈りを使うことでパーティー全員に30分の火ダメ 10% 減をつけるだ部位。さっき絶対必須サポートジョブにナイトは入れなかった部位がこのジョブも必須みたいなもんで、祈りはあくまで同一アライアンス内ではなく同一パーティー内にしか効果を及ぼさないので1パーティーあたり1サポナイト編成されているのが通常だ部位。ナレッジクリスタルの先に早速1ボスデモンズタブレットが待ち構えている部位。おなじみの戦闘開始カウントは同一アライアンス内でしか使えないため複数アライアンスで構成されるフォークタワーでは有効ではないだ部位。というわけでコンテンツ時間何分何秒の時に戦闘開始するかイエルでアナウンスするのが通例だ部位。めちゃくちゃ前置き長くなったが戦闘開始だ部位。ギミック解説動画じゃないからあっさりめでいく部位。デモンズダーラ全体攻撃だ部位。排斥式ダークレイ、弾がある方のフィールド半分が潰れるので弾がない方向に移動する部位。かつ排斥式の場合はノックバックが来るのでボス足元に集合する部位。フィールド半分が潰れる悪解式と分岐する部位。これがもう1セット来る部位。グリフマギアタンク強攻撃だ部位。悪解式デモンズグリフ、フィールド6箇所に4人受けの塔が出現する部位。6つのパーティーが分かれて塔を踏む部位。ただしボスからのノクバあるいは半分潰れる攻撃が先に来るのでそれを処理してから塔に入る部位。ここのギミック処理のために4人受けの塔 ×6 箇所合計24人が最低でも必要だ部位。なのに塔は16人から突入可能だ部位。どういうことやねん部位。レフトターンボス基準で左にターンするので右側に移動する部位。
これがもう一回来るので同じように対処する部位。なおターン終了時にボス正面に即死ビームが放たれるのでボスの背面に行く必要がある部位。この辺はピクミンができるので VC で誰かがコールしてくれることが多いだ部位。続いて全員が小3回して次自分にどんなアイコンがつくかすぐ確認できるようにする部位。排斥式デモンズコメテオ1ボス最大の難関だ部位。隕石マーカーがついたり頭ありプラス吹き飛ばしマーカーがついたりなんかいろいろややこしいだ部位。ギミック解説動画ではないので勢いでやっちゃう部位がまずはともあれ排斥なのでノクバを処理する部位。続いて隕石マーカーついていた人全員に超特大遠範囲 AOE が発生する部位。頭ありプラス吹き飛ばしが発動する部位。ビヨーンだ部位。ボス側にいた人は吹き飛ばされる衝撃でボスを飛び箱のように飛び越える部位。アンチに駆け込みギミック処理成功だ部位。隕石の捨て場所をミスると全員殺すし吹き飛ばされる位置をミスるとボスを飛び箱のように飛び越えられずに周りの人を殺すゴリゴリの連帯責任系ギミックだ V。 ここで苦戦するようでは2ボスや4ボスでも大量殺人待ったなしなので確実に超えるだ V。 一度出たギミックは適当に早送りする V。 召喚6箇所に雑魚が出現する V。 うち2箇所の大雑魚にはバフがかかっているので時魔同士がデスペルで解除する V。 フォーボス家なしは今回時魔同士なのでデスペルする V。 ディスペル。時間経過すると雑魚の攻撃が即死級になるのでさっさと倒す V。 それにしても今流れてる曲素晴らしい V ね。ファイナルファンタジー5の通常戦闘曲をほぼそのままアレンジしており FF シリーズの通常戦闘曲で最も短いワンループ34秒の曲を展開にあれこれ緩急つけつつただ原作の雰囲気は崩さずアレンジしきっている V。 なんか過去コンテンツ出るたびに毎回言ってる V が令和にこの曲聴きながら最新コンテンツプレイできるのは本当に幸せなことだ V。 ほんと個人的にフォークタワーには愛憎が入り混じる V。 召喚像が4箇所に発生するが一旦無視だ V。圧壊式マイクログラビティ分かりにくい部位ですけれどもフィールド一方に頭ありマーカーが地面に3箇所空中に3箇所発生している部位。何はともあれまずは半面範囲を回避する部位。回避した後ゾーンの近くに行くことで強制的に空中浮遊するのでアライアンスのうち半分の人が浮遊する部位。その上で空中に浮いている頭ありマーカーに入る部位。その後ゾウから巨大円範囲が発動するのでアンチへ回避する部位。以降は気質ギミックのところで無事撃破だ V。 1ボスは以上だ V。 撃破すると個人報酬がある V。 デモンズタブレットの探査記録と力の魔石が手に入る V。 フォークタワーをクリアしないと探査記録がコンプできないのはなかなか渋い V。 渋い V。 力の魔石はクレセント装備の強化に使う V。 ここでは1個しか手に入らない V が装備 V1 箇所強化するのに60個必要だ V。 激渋だ V。 個人報酬箱の先は二股に分かれているので二手に分かれる V。 ここまで VC は1つのチャンネルに全員入っていた V がここで2つのチャンネルに分かれていた V。 この先も引き続きフォーボス家なしが道案内。ブフフ騙された V。 一番重要な道案内はこのネレゲイド家なしのものだ V。 二手に分かれた通路の先に赤い線が入っている V。この線から先は罠が仕掛けられているので注意だ V。 まずシーフが先陣を切ってトラップ感知を使って罠を可視化させる V。 その後カリウドがマギファルコンを使って遠距離から罠を破壊する V。 罠には普通の罠といかにもヤバそうな通常大罠がある V。 大罠を踏むと超でかい範囲に即死級のダメージがばらまかれて要するにワイプだ V。 絶対にシーフより前に出ないようにする V。 かつ可視化された罠を踏まないようにする V。 道中の敵には時魔同士のスローガやら銀融詩人の愛の歌によるストップやら砲撃士の砲撃による一撃死やら侍の居合抜きによる一撃死やらいろんなデバフが一通り効くのでバンバン使う V。 醜い V ですけれども床に電撃が走っていて通れない箇所がある V。 風水師が冬を使ってシーフを浮遊させてシーフが電気床の上を伝って電気の装置を解除する V。道中に緑の玉があるけれども触れると1分間の沈黙デバフがつく V。 栄翔色は触らないようにする V。 詳細は割愛する V ですけれどもこの間鍵がかかった扉をシーフが鍵開けで開けたりトラップ感知で隠し通路を見つけている V。 隠し通路の先には先ほどと同様力の魔石が手に入る V。 ここで一つ余談だ V。 装備やサポジョブによる火力上昇についてだ V。クレセントアイルの装備をすることで装備補正プラス1という恩恵を受ける V けれども具体的にはこの補正1につき火力がこれだけアップする V。 またサポートジョブを1つマスターするたびに火力もこれだけアップする V。 エンジョイ勢ごときではこれら補正を駆使しないと火力的に厳しいのでフォークタワーに突入する人は極力サポートジョブをマスターしたり装備のファームを行う必要がある V。各有ネレゲイド家なしは装備補正プラス5のサポジョブマスター5だ V。 これはかなり舐めたステータスだ V。 ごめんなさい。二手に分かれたチームが無事合流した先で待ち構えるは2ボス正統の星頭の3人組トライトン、ネレゲイド、フォーボス。
それぞれ海洋星の衛星トリトン、ネレイド、火星の衛星フォボスが名前の由来で、正統の3人組というネーミングはそこからだと思う V。 最初の数秒だけ3人まとめて攻撃ができるので最大火力を叩き込むだ V。 しばらくすると3人が分散して円範囲を仕掛けてくる V。被弾したボスと線がつき、その後しばらくそのボスにしかダメージが通らなくなる V。 48人に満たない時などたまに線のつき方がイレギュラーになるので、その時は臨機応変に線がついたボスのところに移動する V。 ただそれはそれで、例えば8人パーティー中1人だけ別のボスと線がついた時とかに何も考えずその人が思い切りボスの方向に近づいてしまうと、残り7人からのヒールが届かなくなったりするので注意だ V。 ここからフォーボス、ネレゲイド、トライトンの順でギミックが繰り出される V。 まずはフォーボスのギミックからだ V。全員に赤1、赤2、赤3、青1、青2、青3のどれかのデバフが付与されるだ V。 ここからフィールドに4回赤と青の攻撃が着弾するので、今回のように自分が青2デバフなら赤の攻撃に2回当たることで、このデバフを相殺して解除する必要がある V。 完全に個人ギミックで失敗すると即死だ V。リベンジなんちゃら奥義範囲攻撃だ V。 ボスが栄唱開始した位置関係からアンチを特定する V。 デルタアタック、ただの3連続全体攻撃だけれども尋常じゃないぐらい痛い V。 尋常じゃないぐらいちゃんとケアする V。 重火砲、直線頭割り攻撃だ V。 それぞれが外周を向いて処理する V。続いてはネレゲイドのギミックだ V。 これが2ボス最難関ギミックであり、1人の1ミスで全員たやすく殺す恐ろしいギミックだ V。 爆走雪だるま、2つの雪玉が3回転がるので6パーティーが分担して2個 ×3 回イコール計6回分雪玉の進路上にあえて陣取る V。 1回転がるたび戦闘が痛い頭あり攻撃になっているので、タンクがそれぞれ先頭に立つことだ V。 さらにマップ中央からのノクバとともに48人中ランダムで2名に雪玉から線がつくので、指定の方向にちゃんと伸ばす V。 ちゃんとした動きができていると着弾後に雪玉にひびが入っているので、全員で雪玉を攻撃して雪玉を破壊することができる V。 これら一連の動きができてないと雪玉にひびが入らず破壊ができず、雪玉からのワイプ攻撃で全員ワイプする V。 特に雪玉から線がついた2名が位置取りを見せるとどうあがいても全員ワイプするので、フォークタワーの最初の難関といっても過言ではない V。 ちなみにネレゲイド家なしはすでに15回以上このギミックをプレイしているけれども、一度も線がつかないままクリアしてしまった V。 グンヒルド・ディルーブラム霊式でも1人がミスるとワイプになるギミックはあった V けれども、あっちは毎回必ず同じ人がそのギミックをこなす必要があるので、心の準備ができるし予習もきちんとやりがちだ V。 一方でフォークタワーのこのギミックは言うて48分の2しか線がつかないため、線がついたパターンの動きについて無意識に予習が甘くなってしまったり、予習を徹底していたとしても突然線がつくので挙動ってしまいがちだ V。 たまにしか経験できないのにミスると全員殺す。これがフォークタワーの難易度の高さのゆえんであり、ネレゲード家なしがフォークタワーを軽率におすすめできない理由だ V。 切り裂いて重火砲、奥義範囲タンク強攻撃プラス直線頭回り攻撃だ V。 各アライアンスでハの字になって外周向いて受ける V。 続いてトライトンのギミックフェーズだ V。 地面に現れた不吉な予兆の先に塔が発生するので、タンクが塔を踏みつつ、そこから DPS と平1名ずつに奥義範囲が3回来るので外周を向いて処理する V。奥義範囲を3回受けたら足元設置型の AOE が3回発生するので、全員集合して時計回りに回転しエラプを処理する V。 エラプ処理中に直線頭回りが来るので対処する V。 再び塔と奥義範囲が来るので同様に対処する V。 火だるまのフォーボスとネレゲイドを時間内に撃破する V。 ここでトライトンの HP が 0.1% になっている V けれども、この段階ではこれ以上は削れない V。ただ原作では3体同時に倒さないと復活してしまうから、グンヒルド・ディルブラム霊式のクイーンズガードみたく HP 調整がいらないだけ手心が加えられてるという見方もできる V ね。この後取っ組み合いという最終フェーズが来る V けれども、今回そこまでに削り切ってしまったのでスキップだ V。 ファイナルファンタジー5では大開口の最新部で出てきたコミカルなちょいボス程度だった V けれども、当時の雰囲気を尊重しつつ面白バトルに落とし込んでくれて感無量だ V。 お前らにはフォークタワーをおすすめしないとか言った V けれども、ファイナルファンタジー5への愛が重いオタクとしてはこれだけでフォークタワープレイしてよかったと思っている V。 家
しららチャンネル。次の2ボスから3ボス道中の雑魚フェーズがやたら難しいっていうか緊張する部位。この後見ればわかる部位けれども、時間制限付きの縦スクロールの中でワンミスで全員殺すギミックが満載だから、個人的にはここが一番嫌だ部位。二手に分かれて出陣する部位。ウェーブ1雑魚3体だ部位。冒頭戦闘が痛い直線頭回り攻撃が来るので、4列のうち同じ列に全員集合して受ける部位。また戦闘で受けたタンクには二度付け禁止デバフがつき、次また戦闘で同じ攻撃を受けると即死するため、別のタンクが入れ替わり戦闘で受ける必要がある部位。雑魚を倒したら壁を倒す部位。この時直線範囲攻撃を使うと、奥にいるウェーブ2の雑魚にもダメージが入ってしまい、この段階でウェーブ2の雑魚にダメージが入ってしまうと色々あって事故ってワイプすることがあるので注意だ部位。ウェーブ2雑魚1体だ部位。接敵の瞬間、詠唱完了後にバフをつけるので、その次の全体攻撃までに時魔同士がデスペルでバフを解除しないとワイプだ部位。加えてフィールドにしれっと不可視の罠があるので、シーフとカリウドは罠を検知して対処する部位。他の人はシーフよりも前に出ないようにする部位。左右どっちかが突き進んでも意味ないので、連キャスは双方の HP を確認し、適宜もう一方を支援する部位。ウェーブ3雑魚6体だ部位。いきなり全員エンシェントエアロガというワイプ攻撃を唱えるので、銀融詩人の愛の歌で動きを止める部位。非常にいやらしいのが、ワイプ攻撃を唱え始める前に愛の歌を使ってしまうと、動きが止まった後にワイプ攻撃を唱え始めてしまいワイプ確定するので、ちゃんとワイプ攻撃を唱え始めた後に愛の歌を使わなければいけない部位。しかも愛の歌の効果範囲が広くて、一度に何も気にせずに使うと、もう一方の端にいる雑魚に意図せず歌が届いて事故ることもある部位。さっきから直線範囲が意図せずウェーブ2の敵に当たるとか、愛の歌が意図せず対岸の敵に当たるとか、注意ポイントが全体的に性格悪めだ部位。左側の道が切れている部位けれども、右側の風水師とシーフが結託して道を作ってくれる部位。ウェーブ4雑魚3体だ部位。道中に大罠があるので絶対に踏まないようにする部位。このギラギラ光ってるいかにもヤバそうなやつが大罠だ部位。今度は右側の道が切れてるので、左側の風水師とシーフが結託して道を作ってくれる部位。そういえば言い忘れた部位けれども、フォークタワーでは1人当たり3回しか蘇生ができない部位。4回死ぬと蘇生ができずフォークタワーから退出することになる部位で、見ればわかる通り風水師とシーフはさっきから仕事ばかりあるので、風水師やシーフが死にまくってフォークタワーから退出するとクリア不可になる部位。かといって風水師やシーフを多くしてしまうと、今度は火力面で不利を被ってしまう部位。だから風水師やシーフの数は最小限になりがちで、必然的にこれら必須サポジョブの人たちは責任重大だ部位。大変だ部位ね。ウェーブ5タワーマザーボムとファザーボムだ部位。爆発宣言金。互いのボムを近づけると爆発してワイプするので引き離す部位。いやらしいことにここにも大罠があるので絶対に踏まないようにする部位。この辺り固定ではブリンクスキルが禁止されていた部位。ボム雑魚が2体発生する部位。ボスに重なると爆発して全体にダメージが入るので即刻倒す部位。あとは頭割りやら何やらあるので落ち着いて倒す部位。落ち着いてとは言ったけれども、後ろから炎の床が徐々に接近してくるので落ち着きつつも急いで倒す部位。どちらかを倒すともう一方がワイプ技を詠唱し始めるので HP を調整して同時に倒すようにすることだ部位。ここで3ボス戦闘開始までに余談を一つ。フォークタワーのミスリードについてた部位。以前ショート動画でも紹介した部位けれども、原作のフォークタワーはフォークの言葉の通り力の塔と魔の塔の2つに分かれており、4人が2人ずつに分かれて攻略する部位。原作の塔では流れる BGM はエクスデスの城という BGM で、その名の通り元は次元の狭間オメガのデルタ編4層に出てくるこいつの城で流れる BGM 部位けれども、原作ではフォークタワーに使い回されている部位という流れを組んでか、14のフォークタワーでもエクスデスの城のアレンジ曲が使われている部位。PLL で初めてフォークタワーがアナウンスされた時はフォークタワー力の塔ではなく単にフォークタワーと呼称されており、さらにティザームービーにてこのようなあたかも二手に分かれた攻略を予感させるようなワンシーンが流れていた部位。原作中の私としてはフォークタワーという名前とこのワンシーンをもとに、当然今回は2チームに分かれてフォークタワーの力の塔と魔の塔に臨むんだなとワクワクしてた部位けれども、リリースノートでちゃっかりとフォークタワー力の塔と記載されておりがっかりした部位。意図的にミスリードを仕込んできたと捉えている部位けれども、一原作中としてはぶっちゃけ単純にがっかりしただけで、そして原作を知らない人は何とも思ってないわけで、誰が得するミスリードだったのかよくわからない部位。この動画でこっそりチクチクさせてもらう部位。3ボスマーブルドラゴンだ部位。2ボスと打って変わってゴリゴリの連帯責任ギミックはなく比較的オーソドックスだ部位。再び薬師にマーカーをつけた上で戦闘開始だ部位。イミテイトスタードット付き痛い全体攻撃だ部位。ドラゴニックムーブランダム1名を向いて前方と後方に扇範囲攻撃だ部位。
全員が1箇所に固まり扇範囲を誘導する部位。フィールドに水たまりが発生する部位。この後氷が着弾した水たまりが凍ってそこから円範囲やら十字範囲やらが飛ぶのでうまいこと避ける部位。ドレッドデリージュ、ヘイト6位までを対象としたタンク強攻撃だ部位。タンクがスタンス入れ忘れてタンク以外に強攻撃が飛び死ぬ事故多数だ部位。再び同じ理屈の攻撃が来る部位。竜巻にぶつかった水たまりが凍ってそこから円範囲やら十字範囲やらが来るので回避する部位。ここもピクミンが可能だ部位。3ボスはピクミンが許されるギミックが多くてありがたい部位ね。ウィザリングエイジ、3ボスの最大の壊滅ポイントだ部位。まず雑魚が6体出現する部位。近づけると硬くなって削れなくなるのでタンクが外周に引っ張ってから格好撃破する部位。この間ボスが直線範囲を仕掛けてくる上、直線範囲上の水たまりが凍って4人受けの塔に変わる部位。雑魚を殴りつつ順次4人受けの塔に入っていく部位。これがもう1セット来るので同様に対処する部位。水たまりが塔に変わってから発動するまでめちゃくちゃ早いのでボスの立ち位置をもとにどこに直線範囲を仕掛けてくるかあらかじめ視認しないと塔踏みが間に合わない部位。続いて6方向から雑魚が出現する部位。雑魚がボスに接近しきるとワイプなので雑魚がある程度近づいてから銀融詩人が愛の歌を歌って雑魚の動きを止める部位。ライフレスレガシー、超絶痛い全体攻撃だ部位。カースドウォーター、何名かに窒息デバフがつく部位。窒息デバフがついた人は次の氷の攻撃をわざと被弾する必要がある部位。被弾すると氷漬けになるので他の人は殴って氷を破壊して救出する必要がある部位。最後のギミックも原理はこれまでのものと同じだ部位。竜巻がぶつかったところの水たまりが4人受けの塔に変化するので分担して入る部位。これをもう1セット繰り返す部位。3ボスは2ボスや4ボスと比べてやることが確率的だったりピクミンが許容されるので難易度は低めだ部位。以降は気質ギミックで間もなく3ボスも撃破だ部位。じゃあ引き続きネレゲ油断大敵だ部位。最も目立つべきなのはこのトライトン家なしだ部位。この間にフォークタワーの各ボスの HP について余談だ部位。フォークタワーの各ボスは戦闘開始時にフィールド内にいる人数に比例して HP が決まる部位なので24人で突入した時と48人で突入した時で同じ HP を削る必要があるっていうわけではない部位。ただ厄介なのが戦闘開始時に戦闘不能になってる人も人数にカウントされてしまう部位。その仕様が何だって思うかもしれない部位けれども実際に私が遭遇した話としてある野良の人が4ボスで戦闘不能になってしかも蘇生不可になったので帰還するしかなくなってしまった部位。運よく誰かが薬師に蘇生を投げたことで他の47人はワイプ後再挑戦することができたため蘇生不可になっている人に対してボスの HP が多くなってしまうから帰還するようにと依頼した部位がその野良の人は帰還を拒否した部位。なぜなら自分が死んでるままでもボスが倒せれば撃破アチーブメントがもらえるから。お願いしても効かないので残り47人は通常よりも HP が多い4ボスに挑戦せざるを得なくなってしまったというオチだ部位。フォークタワーは野良スナイプといい規約違反でも何でもないけれどもどちらかというと利己的な行動に対してシステムが対応してなさすぎる部位。この辺の仕様のいまいちさも次に生かしてほしい部位。さて少しだれてきたので3ボスと4ボスの間の雑魚はかっ飛ばす部位。ここには6箇所の小部屋に多種多様な雑魚がいて例えばデバフで死の宣告を付与してくるのでエスナで頑張って解除する必要があったり攻撃がまともに通らないから即死技で一撃死を狙う必要があったり武器を持ってるからシーフの武器を盗むで文字通り武器を盗む必要があったりいずれにせよ手はず通り対応する部位。雑魚を一通り片付けたら小部屋6箇所に人が乗るスイッチみたいなのがあるので中央で暗示されている人数分手分けして乗ることで中央の装置を発動可能にさせる部位。中央の装置を発動させるとゴブリンが発動を阻止するために詠唱を開始させるので詠唱を中断させながら殴り倒す部位。ゴブリンを倒していると青いゴブリンが登場するので今度は青いゴブリンの詠唱を中断させずに放置すると理屈はよくわからない部位けれども中央の装置の配置が変わるのでさっきと同じことをする部位。
なんかいろいろやってるとギミッククリアする部位。この辺なんかフレーバー的にも何をやってんのか直感的に理解が追いつかない部位。いつも通り罠を処理していくとある小部屋にまたなんか装置があって、それを起動するとクレセントアイルの前景がホログラムで表示される部位。よく見ると一箇所に光の柱が立っており、そこに雑魚敵が湧いているので、フォークタワーの外にいる人たちが雑魚を倒すことで追加報酬を獲得することができる部位が、バルデシオンアーセナルのアブソリュートバーチの弱体化フェイトとは違い、これは追加報酬を得るための任意作業の位置づけだ部位。冒頭説明したシステム回収が入ったことで48人が島へ突入した後に島が閉鎖されていることが多く、閉鎖されていると外に人がおらず、つまり外に湧いた雑魚を倒す人がいないので、結局この作業はなされずに4ボスへ行ってしまうことが多い部位。そしてラスボスマギタウロスだ部位。BGM は原作と同じくファイナルファンタジー5のバトル2だ部位。次元の狭間オメガのデルタ編1から3で使われていた曲が流用されている部位。通常戦闘曲の方が FF シリーズで最も短い曲ならば、こっちはボス戦闘曲の中で最もスローテンポな曲だ部位。荘厳ながら危機感を覚えるメロディーがスコだ部位。MP3 が擦り切れるまで聴いた思い出深い曲だ部位。このボスは床の正方形パネル3人に乗っている誰かとそれ以外の部分に乗っている誰かに AA が来るので、余計なダメージを受けないよう全員が3つの正方形パネルに乗ってギミックを処理する部位。アンシールオーラ全体攻撃だ部位。封印解放。ボスの斧か槍が光る部位。斧が光るとパネル内の最も近い2名へ、槍が光ると最も遠い2名へ3連続強攻撃が来るので、タンクの人がうまいこと動いて処理する部位。それ以外の人はボスの竹竿を踏んでそこから動かないようにする部位。アサシンだが直線範囲が同じところに2回発動し、ちょっと回転してから再び発動する部位。これが繰り返されるのでうまいこと回避する部位。アサシンだが回避中にクリティカルランスかクリティカルアクスが来るので詳細割愛する部位けれども、それぞれのアンチに対比する部位。一見シンプルそうなギミック部位けれども微妙にパターンが多くて若干ややこしい部位。フォークフューリー。パネル上最も近い1名と最も遠い1名へ強攻撃だ部位。さらに先ほどと同様、最も近い2名か最も遠い2名へ3連続強攻撃が来る部位。アサシンダガーで生存者が減っていると大体ここで壊滅する部位。オーラバースト。ボスが光っている武器と同じ色の装置を破壊しないとワイプだ部位。頑張って破壊する部位。またそれとは別に紫の装置もあって、これをバーサーカーが破壊する必要がある部位。なぜバーサーカーが倒す必要があるかというと、紫の装置は倒した瞬間に最も近い人へ直線範囲攻撃を仕掛けてくる上、これに被弾すると強行デバフが付与されてしまうという仕様がある部位が、バーサーカーが暴れるを使って倒すと強行デバフを無視できるということだ部位。ここに来てバーサーカーが急に必須ジョブとなるのがいやらしい部位ね。賢者の杖。マップに杖が3本設置されて、そこから最も近い人へ直線頭あり攻撃だ部位。前後にクリティカルランスかアクスが挟まれるので、それを処理しつつ杖の頭ありも処理する部位。次が4ボス最難関ギミックルーンアクスだ部位。やること自体はシンプル V けれども、発動タイミングがいやらしいわ。また48分の2が始まるわで、沼ると一生ここで沼る恐怖のギミックだ V。何人かに大円と小円範囲がつく V。これはゼレニア透滅戦に似たギミックで、この円範囲が接触している床全てにダメージが入る V。例えばこの場合、小円の攻撃はこの四角内だけに及び、大円の攻撃はマップ3つの四角外の部分にだけ及ぶ V けれども、例えば大円をこのように重ねてしまうと2つの四角にも攻撃が及んでしまい、四角に乗っている人を瀕死に追い込む V。なのでちゃんと他の人を巻き込まないように移動して円範囲を処理しようねって話だ V。これにクリティカルランスが挟み、さらに同じことをもう1セットやるっていう、ただそれだけのギミック V けれども、自分が無色の場合、大円の場合、小円の場合でそれぞれ移動するタイミングが全部微妙に違う上、その移動をミスると大体全員殺すことになるので、誰か一人が中途半端な理解してるだけで47人の1時間半を無に返す V。特に個人的にはこれは分かる人にしか分からない言い方をして恐縮 V けれども、小円範囲発動からクリティカルランスの発動があまりに短すぎて、小円範囲を四角の中の真ん中で受
受けることすら許してくれない点が悪意強すぎて、個人的にはかなり嫌いなギミックだ V。 大円範囲持ちは手を止めて災害州に行こう V。 大円範囲持ちは手を止めて災害州に行こう V。 大円範囲持ちは手を止めて災害州に行こう V。 ホーリーランス最後の新規ギミック V。 12本の槍がマップに刺さり、それぞれ順番に攻撃が発動する V。 刺さった箇所と同じ床のパネルにダメージが入るので、うまいこと移動してランスのダメージを避けつつ、何回か挟まる頭回りをうまいこと処理するってやつだ V。 このギミックは常に全く同じ動きをする V から、ここでミスるようでは予習の連度が甘いと言わざるを得ない V ね。ミスりました。なお余談 V けれども、ここまで出てきたアサシンダガー、賢者の杖、ルーンアクスやホーリーランスはファイナルファンタジー5においては特別な武器たちで、封印城クーザーに封印されていた12武器の一つ。ボスの攻撃に封印解放やらアンシールといった名前が含まれていることや、ホーリーランスが12本突き刺さるのはこの辺りをオマージュしたものと思われる V。マギタウロス自身も原作のフォークタワーのボスミノタウロスほぼそのまんまで、原作のミノタウロスは単なる脳筋だったものの、そこに封印された12武器のエッセンスを加えて攻撃にバラエティを出す発想は超好きだった V。 今後登場するであろう魔の塔も楽しみにしている V。 大円範囲持ちは手を止めて災害州へ行こう。以降は気質ギミックで落ち着いて処理すれば OK だ V。この録画会は20人が初クリアで、トライトン家なしはこれで3回目のクリアだ V。 ただ初めて誘っていただいた固定では初クリアだったので一安心だ V。 大人数戦闘コンテンツは固定主とそれにフリーライドする人の間で労力の差が尋常じゃないので、固定主の方が無事クリアできてよかった V。 クリアすると探査記録マギタウロスと力の魔石5個を獲得する V。 書籍が散乱した部屋にたどり着く V。 読み上げはしない V けれども、こんなことが書いてある V。 なんか重要なことが書いてありそうで何も書いてない V。 勝利の SS だ V。アチーブメントからきしょいマウントをゲットだ V。 バーチャルツアー以上です。なんとなく雰囲気をお楽しみいただけましたでしょうか V。 私のスタンスはなんとなくこれまでのコメントでお分かりかと思います V けれども、ファイナルファンタジー5オタクとして刺さったところはものすごく刺さり、ひどいと思ったところはとことんひどいと思ったので、情緒が不安定になる珍しいコンテンツだった V。 レベルデザインについてはヨシピーのコメントにもあった通り、公式もすでに問題意識を持っていますし、なんでこんな難易度になっちゃったか推察すると、私のお気持ち表明動画と同じ主張になるので、ここでは割愛します V けれども、ミスったところは改善していい感じに仕上がった魔の塔を楽しませてほしいなと思っています V。 シビアなコンテンツではあるので、自分でもやってみてえと思った人はしっかり予習した上で有志の固定をロドストや X で探し乗り込みましょう。バーチャルツアーの感想、あるいは実際に挑戦した方、踏破した方の感想、コメントにてお待ちしております。以上です。家なしララは限られた時間で面白コンテンツを最大限楽しむためのチャンネルです V。 今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします V。 動画化するまでもない日常オタク語りは X で行っていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします V。 また表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますので、そちらも何卒だ V。 オツトライトン家なし。